はい、おはようございます。今日は4月14日の月曜日、久々に晴天になりまして、暖かい一日になりそうな感じがいたします。はい、ということでね、今日はですね、前回、水中ポンプをマキタの 18V のバッテリーでやりましたけれども、はい、ちょっと改善策を考えましたので、はい、今日は水中ポンプの改善案ということで、やっていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月はい、それではですね、前回マキタのバッテリー直接つないで動かしたんですけど、やはりマキタのバッテリーだとこちらね、18V そして、6アンペアが流れます。ですので、こちらの水中ポンプは一応ですね DC12V の、80W って書いてあるんで、直接つないでも、問題なかったんですが、やはり電圧が高いということで、長期的な使用は、懸念されると、前回言った通り発熱や、モーターの焼き付き、そして、故障止まってしまうということがあると思うので、ちょっと今回考えたのがこちらとなります。はい、まずここが水中ポンプ、12V の 80W、推定されるのが 6.3 アンペア、そして、こちらがマキタのバッテリーで、このマキタのバッテリーが 18V6 アンペアなので、ここにですね、DC-DC コンパーターという、入力 18V で出力 12V にするこちらの基板を入れたいと思います。そうすれば、12V に落として、そして水中ポンプに入るということと、バッテリー、マキタのバッテリーがですね、連続使用時間がだいたい1時間、ないぐらいで切れてしまうんですよ、バッテリーが。はい、そうすると、1時間以上放流したいのに、すぐ切れてしまうので、今回はこの AC アダプター、100V から、12V に変換する AC アダプター、こちらですね、こちらを、コネクターで差し替えて、両方使えるようにしたいと思います。はい、これが改善案となります。で、その際にコネクターがちょっと結構重要でございまして、前回ですね、こういうねコネクターオスメスセットっていうのを買ったんですけど、見てわかると思うんですけど、ちょっとねケーブルがですね細いんですよ。はい、で、途中ジョイントしてやったんですけど、ケーブルが細すぎるとこうやってですね、発火してしまうと、燃えてしまうという現象が、実験でちょっと分かりましたので、今回はですねこちらですね、はい、10アンペアまで対応できる DC コネクターメスと、オスですね。はい、ケーブルの太さが全然違うので、はい、こちらを使って、このように配線していきたいと思います。はい、ということで、やってみたいと思います。レッツラゴー。はい、それではね、まず、このマキタのバッテリーから、DC-DC コンパーター
の方につないでいきたいと思います。マキタのバッテリーから DC-DC コンバーターの方につないでいきたいと思います。でこちらにね、インとアウトって書いてありますんで、間違えないようにまずインの方、そして極性をですねプラスとマイナスを間違えないように接続していきます。マキタのバッテリーから DC-DC コンバーターの方につないでいきたいと思います。でこちらにね、インとアウトって書いてありますんで、間違えないようにまずインの方、そして極性をですねプラスとマイナスを間違えないように接続していきます。はい、それではね、小さいドライバーを持ってきまして、一応ね極性を赤がプラスだと思うんだけど、極性を調べます。DCはい、OK ですね。はい、そしたらですね、このマキタのバッテリーアダプターと DC-DC コンバーターをつないでいきます。はい、まずバッテリーを装着しまして、よし、そして電圧を当たってみたいと思います。まずは入力電圧、ほらやっぱね 18V と言いつつ 20V 出てるんですよね。はい、そして出力側がなんと 29V。ここをちょっと調整しないとダメですね。危ない危ない。はい、ですね、また大失敗しちゃいました。はい、このね、DC-DC コンバーターなんですが、小圧専用の DC-DC コンバーターでございまして、いわゆる電圧を上げるモジュールを買ってしまいました。はい、ということで今日はちょっとできないので、買い直しましたんで、高圧専用の、DC-DC コンバーター買いましたんで、はい、それで今日はできないので、とりあえずですね、今日はこっちの安定化電源がつなげられるように、加工していきたいと思います。ということで進めます。はい、AC 電源をつなぎまして、そのままスイッチを入れたいと思います。ちゃんと動きましたね。はい、OK です。はい、それではですね、こちら、DC-DC コンバーター、が届きましたんで、こちらをね、このマキタのねバッテリー、これ、18V のバッテリーをここに挿しまして、そして、12V に落とすということで、実際やってみたいと思います。
でこちらテスターをつけまして、はい、やってみたいと思います。はい、それではまずね、こちらバッテリー挿していきたいと思います。今こちらね、この LED がついてないので、これ電源入った瞬間につきます。はい、つきました。はい、それではね、まず入力電圧を測っていきたいと思います。プラスとマイナスで、はい、こちらね、20V、だから 18V のバッテリーと言いつつ、20V 出てるということですので、やはりね、このね、12V の、水中ポンプだとかなりオーバースペックになりますんで、やはり高圧させる必要があります。そしてじゃあ虹側、こちらの出力側がね、今これ 20V になってます。だから 20V で入って 20V で出てるので、ここにね可変抵抗というのがありまして、これを回すとですね、はい、18V、17V、16V、15V、14V、13V、はい、12V、いいですね。行き過ぎ。はい、12V。はい、12V になりましたんで、これで大丈夫でございます。ということで、これを実際水中ポンプの方に取り付けていくんですが、これやっぱね基板むき出しなので、これ塩ビ管で作った、ケースですね。はい、こちらの中に収納して、それで、水が入らないように。はい、それではね、基板の入れるボックスを作るために、ちょっと塩ビ管を選びたいと思います。これがいいかな。じゃこれ使いたいと思います。はい、それではね、この塩ビ管をね、小さくカットしたやつを、2枚貼り合わせて、この基板のね、
台座のところに4箇所つけました。でこれをこのままこのボックスの中に入れて接着します。はい、それでこのね蓋を閉めます。あとちょっとケーブル通す穴を開けなきゃいけないからね。はい、ということで穴開けます。はい、それじゃあ設置いたしましたんで、基板も接着したんでちょっと接着固まるまで待ちたいと思います。はい、それではボックスの中に入りまして、配線が終わりましたんで、蓋を閉めて、実際テストをしたいと思います。よいしょ。まずテスター当てます。アウトが、はい、12ボルトちゃんと出てますね。じゃあこちらとこちらをね、つなぎたいと思います。よいしょ。じゃあスイッチ入れます。はい、大丈夫そうですね。ということで、これ蓋閉めて、実際に移動の方に突っ込んで、出してみたいと思います。はい、それではスイッチポンプ入れましたんで、まずこのバッテリーからやっていきたいと思います。はい、装着完了しましたんで、スイッチ入れていきます。はい、続きまして、こちらですね、安定化電源の方をやっていきたいと思います。はい、つなぎます。スイッチ入れます。はい、それではスイッチ入れていきます。
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、水中ポンプの、改良版ということで、はい、前回ね、水中ポンプをマキタのバッテリー 18V で、動かしましょうということでやりましたけれども、やはりですね、マキタのバッテリー自体が 18V6A って書いてありますけども、実際測ってみると 20V あるんですよ。はい、それで、水中ポンプの方が 12V80W ということで、スペックがですね、実際は合わないわけですね。はい、ですので動くっちゃ動くんですけども、やっぱちょっとポンプの定格電圧、定格電流っていうのを、基準に考えた場合、やはり 20V をかけるというのは高負荷ということで、そのモーター自体の、スペックオーバーということで、長時間使っていると、故障の原因になるということだったので、DC-DC コンパーターというので 18V か 20V から 12V に落として、はい、そして適正電圧を入れてあげたという形になります。はい、ということで、一応成功ということで、もし、真似される方は、マキタのバッテリーもしくは廃校機のバッテリーは、20V 近くありますのでご注意ください。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人間チュー